今回は、アンデッド・アンラックと、マッシュルに対するネットの反応をお届けします。どちらも週刊少年ジャンプ掲載の人気作品だけど、放送開始直後は、派遣確定、神作が、と絶賛されて実際めちゃくちゃ評判が良かった、アンデラ、と。対して、放送中なのに原作が打ち切り、と不名誉な話題しかなかった、マッシュル、なんだけど、ここへ来て評価が逆転しちゃった印象があるね。原因はどう考えても、マッシュル、2期のオープニング、クリーピーナッツの、ブリンバンバンボーン、が大バズりしてること以外考えられないわね。全世界ストリーミング配信で1億回再生を突破したらしいよ。めちゃくちゃ癖になるもんね。ただ、その勢いでアニメのランキングが急上昇したり原作まで売れるのは驚きだね。原作最新刊は2023年10月4日発売なのに、今年の3月のオリコンランキングに累計8位でランクインしてるね。2月の段階では4位につけていたから、どう考えてもアニメ人気に後押しされた形で売れてるね。マイアニメリストでも、3万8000人を超えるユーザーが 8.13 という高いスコアをつけてるんだ。一方の、アンデラ、は3万9000人でスコアは 7.75 か。まあまあだね。国内での人気はどうなの？主なアニメ配信サイトや投票サイトの人気はこんな感じだね。アマプラの評価はアンデラが高いけど、それ以外は全体的にマッシュルの方が高い印象だね。特に D アニメウィークリーの差が大きいね。3位と32位って、いいね数も3倍くらい違うんだよね。何より言いたいのは、原作が全然売れてないことだ。今年の2月2日に最新刊が発売されたんだけど、初週売上部数が1万2463部、29位という結果なんだ。アニメ放映中の週刊少年ジャンプ作品の最新刊が1万部って、大概の作品はアニメ化すると多少は原作が売れるのに、アンデラはその恩恵を全く受けてないんだよね。ちょっと考えられないわね。1年以上休載して最近ようやく復活したルリドラゴンの1巻だって7万部売れてるからね。同じ週に発売した、マッシュルの13巻もなんだかんだ5万部は売れてるのね。どうしてこうなっちゃったんだろうね。では、そのあたりに関するネットの反応を見てみよう。それでは本編をどうぞ。作画いいし勢いあって見応えあるね。手落ちっぽいけどこの設定でどこまで話を膨らませるんだ。面白いじゃん。久々に当たりだわ。完璧やんけ。延々一期スタッフだけど作画凄まじくて草生える。めちゃくちゃ面白かった。ここ数年で一番の最高の1話じゃないか？出会い方が適当すぎる。作画はすごくよく動いてたけど話は脈絡がないな。2話はちょっと微妙な出来だな。来週もこのレベルだとちと苦しい。結構ややこしい話だな。敵の組織の目的とか核能力の話は今後説明されるんだろうけどね。2話目にしてすでに敵の能力が分かりにくいし、余裕見せるだけで行動動機が分かりにくい敵。1話1話すっ飛ばすから文字でセリフ読める漫画と違ってアニメだとなおさら理解しづらいのはあると思う。能力が関連的で分かりづらいな。その辺が大ブレイクしない理由だろうな。アニメだとややこしい設定がセリフとかでどんどん流れていくだけだから切っちゃう人も多そうだなこれ。1話で正直切ろうと思ったけど作画だけは良かったから今週も見たけど能力は結構面白そうで他の能力も気になるしとりあえず継続してみる。アベマやアマプラじゃいまいち伸び悩んでるな。等速なのに倍速視聴してるみたいなテンポで草。悪くないけど流行りきらないのもなんとなくわかる感じ。ムキムキのキャラがダメなんかな。昔のジャンプらしいキャラで好きなんだがな。ここから先の展開って正直脱落者増えると思うんだよな。そこを耐えてアニメ3クール目あたりまで視聴続けたら胸熱になれるんだけどな。ジーナ戦終わって世界観がお出しされて、こういう話だったの？ってなった時に合うかどうかだね。出来がいいのに話題にならない。ワンルーム勇者と同じか。さすがにワンルーム勇者とはすでに反響が違うのでは。俺もそう思うよ。さすがに読者の母数が違いすぎる。ワンルームと比べて条件的にはかなりいいからそろそろ跳ねるかも。原作既読者ばっかだな。考察要素が多くてアニオタには受けそうだと思ったけど意外とそうでもなかったか。作画は良かったけどジーナの普遍の能力がいまいちわからんかった。決着まで1話で入れるとなるとさすがに尺ギリギリで話早すぎたな。確かに主人公2人の能力はわかりやすいけど敵のはちょっとひねりを入れてるせいか、しっくりこない感じある。キャラも設定も好きなんだけど能力がピンとこなくていまいちやな。バトルの作画はすげえ良かった。能力がどうしてそうなるのかいまいちわからない。バリアを突破するくだりがよくわからんかった。よくわからなかった。最後のビームはどこから誰が撃ったんだ？普遍で湖を固定するのと空気バリアは分かったが、固定した湖を上昇させたり、固定した空気を攻撃に使えるのはどういう原理なのかわからなかった。この辺りまではまだマシでここから指定能力者どんどん出てきて能力ルールの把握ができなくなってきてその辺考えるのやめた覚えがあるな。
この漫画情報量多いからアニメがどう頑張っても完全フォローは難しいから先に内容を頭に入れてからアニメの演出をじっくり楽しむ方がいい気がする。まとめてみた。俺はダメだったよ。いろいろなルール、設定に基づいて理屈こね回して解説しながらバトルするのは納得感が低い。この世界の奥深さが語られるのはまだまだ遥か先だからな。ドロップアウトとかしちゃうのは残念に思えて仕方ない。間違いなく今季一番なのにいまいち人気ねえのもったいねえな。見てる奴らの評価は高いけど見てる奴が少ないんだと思う。アンディもそうだけど残念ながら全体的にキャラデザが世間一般に刺さりにくいんだよな。漫画にしかできない表現とかもあるしな。作風が作風だからアニメ一回見ただけで理解するのは難しそう。説明してばっかだとテンポも悪くなるのが難点。アニメだと動きながら喋ったり考えたりしてるからどうしてもテンポ悪くなる。UFO からビーム撃たれるあたりも通信で UFO が制御不能に言って話してるけどアニメだとアンディのセリフと重なってて分かりづらいのよね。あそこは説明的なセリフが欲しかったわ。アンディが誤射か誤作動かって一言言うだけで済むんだし。ニコニコのコメント付きで見始めたから、そこで解説コメあるから能力についてわかるけど、コメントなしで見たらわからなくて見るのやめそう。正直意味わからんけどわからんでもまあ楽しめる。ちゃんと理解したいと思うほど作品に魅力は感じてないから必須事項みたいな構成になった瞬間切るかもしれんね。能力がわかりづらいっていうか、視聴者へ説明も段取りもせずに目的地に着いちゃう作品なので。ルールが足されたのくだりがよくわからんな。足されて何か問題でもあるのか？当たり前のルールしか列挙してなかったが。アンデラ世界ではもともと足も病気もなかったんだわ。マジかよ、その説明ももしかしてあった？直接は語ってないが足されるまでなかったという言い方はしている。ジーナもそれを暗示する発言はしていた。その辺の逆転スタートの感覚はなかなかつかみづらいかもしれんね。なんだろな、説明不足感が拭えない。先にこの世界の断りや常識を視聴者に向けて開示しておくべきだったのでは。アニメ見てるとすげえ面白いのに、なんで原作もアニメも爆発しないのかがなんとなく察せてしまうのかが悲しいわ。すげえな。アニメ放映後にすれ立つとか。面白いと思うが、投稿数がなぜか少ないね。マジで関連スレが声優板のスレと漫画サロンの愚痴スレしか現存してないのくさ。ここが実質にスレ目だぞ。つまり1期は1スレも消化できなかったの？そんなアニメがまさかの2期ってことか。誰も見てなくて草。音楽は気合入ってる。新オープニングは今期でもず抜けてる。今のオープニングがワンクール目だったらもうちょい話題になってたかもな。ブリンバンバンボンがエンドレスで今晩8時間ぐらいしか寝れそうにないんだけどどうしてくれるんだ。オープニングは今期アニメで一番再生回数回ってるね。TikTok で外国人が踊りまくってる。これは流行りそう。ひょっとしてオープニング曲バズりかけてる？今日も作業 BGM はブリンバンバンボンです。エンドレスです。はい。恐ろしいものを生み出したもんだ。オープニングは楽曲もいいけど絵も最高よな。作画もオープニング並みの高クオリティでこのまま2期、3期と続けてくれたらいいな。エンディングはアニメタイアップがないがしろにされてた時代感。エンディング意味不すぎて笑う。なんで東京フューチャーしてしまったのか。マカロンだけバイクなのエモいわ。マッシュだけ自走してるの好き。車をしてるの草生える。なんやかんや面白いじゃないか。見直したぞ。ブリンバンバン。可愛い女の子とイケメン多くて目の保養になる。2期になっても相変わらずつまんねえな。子供には人気あるのか？大半の2期アニメが注目されることもなく失速していくの考えるとかなりいい方。これに便乗して利用できるもんはした方がいいよな。原作終わってるからジャンプもアニプレもあんま力入れてくれないけど。これだけアニメが量産される時代何か話題になることがあるだけでもすごいことよ。今日のネットフリックス1位になってるよ。オープニングバズ効果ってすごいな。YouTube のコメントにオープニングのためにアニメ見るってコメント国内外であるし効果はあるね。2期で新規取り込むって難しいしな。オープニングから興味そそられ、1期1話から見たらめっちゃ面白かったわ。バカバカしいけどマッシュくんかわいい。1期はあまり作画とか力入ってる感じなかったけど2期はまあまあ頑張ってる気がする。女性のオタクに好かれる要素高いみたいだし。1期より格段に絵がいい感じになってる。1期から本気出してたらもっと売れてたかもな。ネトフリずっと1位だ。1期の時はこんなことなかったのに。単行本も売れ出してるな。それは何一つ伸びてなくて草。子ちゃんにいる縁には受けなくてようにバカ受けしてるのがいいんだろ。原作過去一売れてて草。小林千秋と内山幸輝が被るとどっちがどっちかわからないですな。やっぱり似てるよね。友達ゲームで小林千秋のこと知ったけど最初内山かと思った。14は面白かったわ。オカマの強キャラ好き。小安現るところに変態あり。最新は見た。マッシュくんさすがにアホすぎないか？笑ったけど。急にテニス始めたところで笑ってしまった。
今週面白かったね。番外編でまだマッシュのこと蔑んでる奴いるの判明したしな。もう魔法なしイコール。みたいな思想植え付けられてそう。ジャブに全振りしてるけどそこら辺地味にリアルだな。最初の神格者と直属の弟子は優劣のない公平を理想にしてたのになんで差別偏見社会になったのか。昔のウォールバーグはアベルみたいに弱者バカにしてたから他の弟子たちも昔は差別主義者だったんじゃね？マリアルクスのやったことが表沙汰にならなくてマッシュだけ理不尽に裁かれてるのは胸クソっすね。無双してるように見えるけど実際は綱渡りばっかしてるよな。仲間いなかったら積んでる場面が多い。マッシュルはこういうわかりやすいスカッとが好き。引き伸ばしせずに1話で倒し切ったのは評価する。そこら辺はテンポ良くていいなぁと。やっと見たい感じのバトルやってくれたな。こういうのでいいんだよ。正直バトルしてる時より学校の課題を筋肉で乗り越えてる時の方が面白く感じる。わかるわ。トンチキな脳筋展開や日常会がひたすら恋しいわ。平和でバカらしい方がこの作品には合ってるよ。作者は日常ギャグを書きたかったはずなのにバトル描写を望まれてしまったという悲劇。BBBB をきっかけにマッシュルも売れてるの見ると主題歌って作画とかよりもよっぽど大事よな。実際に1期より伸びいいしな。まあ作画も1期より2期の方が良かったし。特に3本線確定のとこ。人気っていうからアマプラで初めて見たんだが、ノリがガッシュっぽくね。人気といっても1期は配信サイトでちょっと順位が高い程度だったのに2期では何の縁もゆかりもない目覚ましテレビにまでロックオンされてるという。1期はどこも盛り上がってなくてつまらないと思ってたけど2期はオープニングがバズってアニメも面白く感じる。アニメなんて面白いと思えば面白いしつまらないと思えばつまらないのかも。マッシュルの実質にスレ目って何のこと？レスを拾ったのが5チャンネルのアニメスレなんだけど、なんと、マッシュル、1期のスレって、1スレすら完走しないまま脱落しちゃったんだよ。じゃあ2期通してスレが2つしかないの？一応今3スレ目までは行ったけどね。アンデラ、が2クールで6スレだからほぼ半分だね。そこからこの逆転劇は誰も予想できなかったわね。マッシュルは TikTok や YouTube では誰かしら歌ったり踊ったりしてるし、X では二次創作のイラストやコスプレの写真を誰かしらが必ず上げてる状態で、完全に大化けしたと言っても過言ではないね。特に X のポスト数は一月で12万近くあって、ダンジョン飯、クラスに匹敵するんだ。もう派遣じゃん。オープニングがバズってるから人気なんじゃなくて、ちゃんと見たら面白いのに埋もれてた作品がオープニングのおかげで見つかった、というのが正解かな。そんな感じがするね。ただ、ネット民も言及してたけどあのエンディングだけはいただけないわね。なんであんな合わないエンディングにしたんだろうね。せっかくオープニングがバズったのにもったいないね。一方の、アンデラ、については原作既読勢とアニメ勢の間に随分と温度差があるような気がしたな。あれがこれなのには理由が、ネタバレしたい。と熱く語ってる原作勢と、テンポ早すぎてわかんない、とクールなアニメ勢の温度差が大きいね。原作勢はそりゃ話がわかってるから理解できるだろうけどアニメ勢には説明が足りなすぎてついていけてないよね。1話1話はそれなりに面白いんだけど、やっぱり理解できてないまま見てるから、わかんない、がどんどん積み重なっていくんだよね。授業でわからないところが1箇所あったらそれ以降もつまずいちゃって、数学苦手、ってなっちゃうのと似てるかな。でも頑張って見続けたおかげで今かなり面白いよね。アンディの過去編は素直に面白いね。だからこそ、もうちょっとアニメならではの上手い見せ方みたいなのができなかったのかなと思うわ。どれくらいのペースでアニメ化したいのかわかんないけど、世界観にすんなり入っていけるように読組にもわかりやすい説明が序盤の段階で欲しかったね。正直、毎回冒頭でやってる、前回のあらすじ、を見て初めて理解できてる部分も多いわ。あれが精一杯の救済策なのかもしれないね。皆さんはどう思われましたか？コメントでご意見をお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。